どうも、ついてるです。今回は、アトピーの新薬リンボックという薬について、実際に私が今使っているので、それについて、実際の使用感であったりとか、あとは治療の流れとかね、副作用とか、実際に飲んでみて、どうなのかっていう部分とかね、いろんなね、詳しい情報も踏まえて、お伝えしていければなと思います。で、私もいろいろね、調査しましたので、そこら辺ね、結構ためになる情報もあるのかなと思いますので、参考にしていただければと思います。で、今回話すテーマとしては、全部で、6つあります。で、1から順に説明していきます。まずですね、私の経緯からお話しさせていただくと、もう幼少期からアトピーでしたね。もう幼稚園の頃ぐらいから、耳が切れてたとかね、そういう話は親から聞いたりもしてたので、おそらくその頃から、アトピーだったと思います。で、中学校まではですね、ステロイドをもうがっつり使ってました。なので、まず重要なね、思春期って言われるね、時期に関しては、もうステロイドでしのいだという感じですね。なので、アトピーによって、何かこう、いじめられたりとか、嫌な思いをしたとかいう経験は中学まではそこまではないですね。ただ、高校に上がって、ちょっとですね、ステロイドを、このままずっと使い続けなければいけないのかなっていうふうに、ある日ね、疑問に思うわけですよね。で、そこでちょっとステロイドを控えめにしながらですね、生活していくと、やっぱりこう、肌がね、悪化していくわけですよね。で、それで、ちょっと落ち込んだりとか、受験とかね、受験勉強がちょっとはかどらなくなったりとか、そういうことはありました。ただ、やっぱりこう、どうしてもひどくなるので、ひどくなったらステロイドを使うみたいな感じで、しのぎしのぎで、やってきたっていうのが、高校までですね。はい。で、大学で、一人暮らしを始めたんですけど、その時に、いろいろね、ネットで、調べていくうちに、脱ステロイドっていうね、キーワード、と出会って、ステロイドって良くないのかなっていうね、ふうに思ってね、そこからステロイドは避けて、なるべく避けてきました。ただ完全に避けてっていうわけではないんですけど、もうほぼほぼ避けてきました。使ったとしても、もう年にもう数回、10回以内とか、そのぐらいですね。はい。その頃ね、だから脱ステロイドして、もうすごくね、もう悪化したんですね。もう汁が出て、もう外出できないとか、もうそのぐらいまで行きました。なので、もう留年してます。1年間留年してますし、あとはですね、その頃同時に漢方薬治療も、始めました。でその漢方薬は、今までね、本当にいろんなね、ここに書いてありますけど、青汁、アロエ、ヨモギ、プラスセンター、岩盤浴、海水浴、乳酸菌、ハリー、ビオチン、プロテインとか、もういろいろね、いろいろ試しました、僕は。でも、この中で唯一、あ、効いたなと思われるのが漢方薬です。うん。漢方薬はもう先生にもよりますし、あとはもうアトピーっていうのは非常にね、デリケートな病気なので、季節によってもね、いろいろこう、症状がね、悪化したり改善したりっていう、この繰り返しになっちゃうので、先生の腕が本当に大事なんですけど、うん、たまたま僕が最初に出会った先生の漢方薬っていうのが、3ヶ月ぐらい飲んでですね、エキス剤だったんで、結構長くかかったんですけど、徐々にこう良くなってきて、もう全然アトピーだとは分からない状態までは行きました。ただ、それで調子に乗って、お酒を飲んでね、大悪化して、でそこからね、いろいろこう処方をね、書いてもらったりとかしたんですけど、もうなかなかね、こう、回復しないということで、もうそこからもう漢方薬ジプシーっていうのに陥って、もういろんなね、全国津々浦々、もう漢方薬局、あと病院ですね、漢方医がいる、病院をもう周りに回って、もう交通費もかけて、もう治療費もかけてとかね、もう一番高いところでもう月に5万、6万とかね、平気で使ってましたね、漢方薬だけで。で、それプラス交通費2万とかね、そういう感じで、治療をしていました。なので、ほとんど給料とかも、漢方薬代とかで消えてましたね。で、やっぱり高いところは、それなりには効きましたね。ただ、やっぱり、経済的なね、事情とかによって、もう続ける結構難しい、ということで、ね、もうひたすら悩みましたね。うん。で、もうそこからもういろんなものを試して、ここに書いてある以外のことにも、もう、数えたらキリがないぐらい、もう本当にもう何百って試したと思います。アトピーにいいと言われるものはね。
本当にもう、うさんくさいなと思われるものでも、とにかく、ものは試しだというね、ことでも試してきましたが、もう散々裏切られというか、もう聞かず、やっぱり、そんな感じで、過ごしてきましたよと。で今、現在社会人です。はい。で、昨年ですね、デュピクセントというね、薬を試しました。で、このデュピクセントという薬が、7割の人に効くって言われてるんですけど、もうみんなね、結構ネット上ではね、すごい効くっていうね、情報を見て、この薬なら、ね、Y にも効くかと、Y に、俺にも効くかということで、皮膚科に行ってね、先生に相談して、無事 OK 出てね、受けることになったんですけど、注射してですね、1ヶ月ぐらいは若干効いたなぐらいで、注射打ったその日に劇的な効果を感じるとかはなかったです。ただネット上の反応を見てると、注射打ったその日にね、もう効果を感じるっていう人がね、すごい多くて、だからそういう人たちに比べると僕は、あんまり効きが良くないのかなと。僕にはディピクセントはそんなに合ってないんじゃないかっていうことで、ちょっとそこから疑問がね、疑念がちょっと生まれ始めるんですけど、で、そこからとにかく長期で使用していけば、もうだんだん効いてくるんじゃないかということで、大体3ヶ月ぐらいですね、試しました。ただ、思ったように効きませんでした。皆さん、そのネット上で言われているような、肌の写真のね、ビフォーアフターとかね、上げてる方もいましたので、そういうのと比べるともう全く効いてないなっていうことで、デュピクセントは中断しました。はい。ですね。で、このデュピクセント治療に関して、詳しいね、治療の経緯とか、僕はね、どういう感じで疑問を持っていたかとか、そういった詳しい内容は、動画のね、参照欄の概要欄の方に貼ってますんで、その記事をね、参照してください。結構詳しく書いてると思います。あとは顔にね、ディピクセント効かない人とかもね、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。はい。で、その後ですね、やっぱりもう漢方薬しかないということで、もう今までね、試した中で、散々試した中で、一番というか、そうですね、結構効いたのが漢方薬だったので、やっぱ漢方薬しかないということで、もう中医学をね、ひたすらもう独学で猛勉強しまくりました。はい。もうこれはもう、そこら辺の薬局の薬剤師には、劣らないくらいの知識は身につけたと思ってます。で、それで自分で、処方をね、考えたりとかしていって、いろんなね、処方を試したりしていきました。すると、途中ね、悪化とかもしたりもあったんですけど、徐々にこう改善はしていきました。ただ、行くところまで行くんですけど、そこから先がね、なかなか、そして季節の変わり目にやっぱり弱い。ということで、もう完治はしなかったですね。はい。漢方薬もやっぱり難しいです。アトピーは特に難しい。いろんなこう微調整とかもやっぱり必要だったりするので、なかなかね、一つ二つの処方でずっとね、長期間安定するっていうのはなかなか難しいです。これもアトピー特有だと思いますね。はい。で、やっとですね、2021年の秋から、そのリンボックっていう薬が、アトピー性皮膚炎にね、適用になったんですね。適用拡大されました。それまでは、リウマチとか他の疾患にね、使われてた、ジャック阻害剤で、後々ね、また詳しい説明をしますけど、その薬が適用になって、その情報を知ってですね、リンボックこの薬絶対いい、絶対俺に効くということで、待ちに待ったね、その半年後ですね、リンボック適用認定後、半年後の、今年、約半年ですね、後の今年の2022年、2月下旬より、先生のね、許可が下りてリンボックを開始したっていう経緯ですね。はい。続いて、リンボックっていう薬、じゃあ、詳しいね、薬のこととかね、あと注意点とか、副作用についてお話していきます。はい。ジャック阻害剤って言われるのがこのリンボックです。で、あと、アトピーの新薬として、有名なのがオルミエントっていうね、薬もありますけど、サイバインコとかね、いろいろ、今ね、ジャック阻害薬って言われるこの薬がアトピー性皮膚炎の、治療にね、どんどんこう進出してきてるんですよね。で、このジャック阻害薬っていうのは、細胞の内側にあるジャックという、酵素ですね。この酵素の働きを抑えることで、炎症とか、そういったのを抑える薬になります。で、デュピクセントっていうのは、生物学的製剤って言われる部類に入りまして、これは、
同じようにその炎症の原因となる、ね、物質、これサイトカイニン、サイトカインですね、サイトカインとかいうふうに言われますけど、この働きを抑える、と言われています。ちょっと図で説明すると、ジャック阻害剤はこういった感じです。あんまり私もね、詳しいことはね、専門家ではないのでわからないんですけど、自分がね、調べた限りの情報で伝えていくと、この細胞核っていう言われるところに、この炎症のね、シグナルっていうのが到達すると、肌に、アトピーとして出たりとか、いろんなね、病気になったりするみたいですね。で、デュピクセントっていうのは生物学的製剤なので、この細胞外で、抗インターロイキンって言われる、そのサイトカインをね、遮断するっていう、そういった薬です。なので、細胞外で効くっていうのがデュピクセントで、細胞内、細胞の中のところまで来て、そこでギリギリになって止める。その核に伝達する、そのサイトカインを核に伝達するっていう、ここの過程でブロックするのがジャック阻害薬っていう、その違いになりますね。で、ジャック阻害薬も今ね、本当にいろいろ出てきてます。で、まだアトピー性皮膚炎に適用されているもの、適用されていないものもいろいろありますけど、これはですね、リウマチとか、リウマチは結構ね、いろんなね、ジャック阻害薬使われてるようなんですよね。で、リウマチの患者さんとかの情報も調べたりするんですけど、結構ね、途中で効かなくなったりとかいう声も、結構じゃないですね。時々ぐらいですかね。時々見たりするんですよね。その辺はね、ちょっと僕も、まだ謎の部分はあるんですけど、でアトピーとそのリウマチっていうこの病気の違いによっても、ずっとね、効果が持続する、しないとか、いろいろあるのかなとか思ったりとか、今、そういったこともね、考えたりはしています。はい。でちょっと戻りますと、今ですね、アトピー性皮膚炎に使われているジャック阻害剤として、大きく3つあります。1つ目、オルミエントですね。2つ目、リンボック。3つ目、サイバインコ。この3つが、主に今、アトピー性皮膚炎の新薬として使われているジャック阻害剤になります。デュピクセントは何度も言いますけど、生物学的製剤に当たりますので、ジャック阻害剤とはまた別の種類になりますということですね。でこのオルミエントっていうのは、このジャックって言われるね、この、先ほど説明した、このサイトカインですね。サイトカインを受け取る部分ですかね。シグナルを伝えるジャック。シグナルが伝わる部分ですかね。このジャック、っていう部分の、このジャックっていうのが、いろんなね、種類あります。ジャック1、ジャック2、ジャック3とかね。そういう多分経路みたいなのがあるんですかね。ちょっと、補足でね、もし詳しいことお分かりになられる方いましたら、ちょっとコメントの方で補足をお願いしたいんですけど、とにかくこのジャックっていうのは何種類かあると。で、このオルミエントっていうのはジャック1とジャック2を阻害します。要はその経路を2つね、阻害するっていう感じですね。イメージとして。で、リンボックはジャック1のみ阻害。で、サイバインコも、これもジャック1のみ阻害します。そういった違いがね、主にあります。簡単な違いですけど、他にも詳細はね、こういった部分とかね、こういうのも、ちょっと見といてください。詳しくですね。はい。いいですかね。はい。で、このジャック阻害剤はですね、アトピー性皮膚炎、リウマチ以外にも、例えば感染とかね、もういろんなね、病気に使われるようになってきてます。要はその適用が拡大していってます。で、最近もですね、パーキンソン病に、認定されてるんでしたっけ？適用がね、拡大している動きがあるということですね。なので、今後もいろんな病気におそらく、このジャック阻害剤っていうのは拡大していくと思われます。はい。で、続いて、妊娠中または妊娠の可能性のある場合は、服用はできませんという、これ結構重要なことだと思うので、お伝えしておきます。で、このリンボックっていうのは、結構強い薬であるみたいなんですけど、その分よく効くっていう部分で、副作用にも注意しないといけませんよっていう部分ですね。で、2021年の9月に、このブラックボックスっていうね、ちょっとその界隈ではちょっと話題になって、僕もちょっとね、これ大丈夫かなって思ったニュースがあります。はい。で、これは、アッピーっていう会社ね、このリンボックを作ってる会社ですね、メーカーですね、が、関節リウマチ治療薬の新薬のヤヌ
スキナーゼ。これもジャック阻害剤に当たりますけど、これはアトピーの薬ではないですね。リウマチの薬のジャック阻害剤です。で、これヤヌスキナーゼっていうのは、ジャック1、2、3、これ全部ブロックする薬です。で、このヤヌスキナーゼでちょっと問題があったみたいです。問題というのが、なんか死者が出たんですかね。ちょっとその辺はちょっとこのニュースがありまして、これですね。アッピー、ちょっと待ってくださいね。これですね。米アッピー、株価急落、関節リウマチ新薬に FDA が新たな警告文を追加しましたと。で、血栓症と死亡のリスクを高めるという、事例が起きたんですかね。このヤヌスキナーゼっていう薬で。まあちょっと詳しくはね、僕わからないんですけど、まあとにかく、まあ、問題が起きたみたいです。うん。で、それで同じジャック阻害薬のリンボックにも、逆風が吹いてですね。まあその時に、アッピーっていう会社の株価がもうめちゃくちゃ下がったわけですよ。で、株価のグラフがこれなんですけど、ちょうどですね、2021年の9月なので、この辺ですね。まあ言うてもそこまでですけど、まあ結構急落、まあ陰線つけてるんで、ちょっとね、下がってますよね。この時ですね。この時がちょうどこのブラックボックスのニュースが出た時です。はい。で、ただですね、こちらに関しては、僕はそこまで、まあもちろんリスクはない、リスクゼロっていうのはなかなか難しいと思うので、やっぱ薬でもね、漢方薬もやっぱり自然な薬って言われてますけど、でも漢方薬で、こう何かね、こう逆にね、悪化するっていうような、副作用っていうのも起きたりすること結構あります。ようなので、まあ、副作用っていうのは、もうどうしてもね、こう、受け入れていかないといけない部分も多少あるかなと思う気持ちもあります。はい。これに対して、じゃあ、リンボックどうなのかなっていうところで見ていくと、リンボックはもう、リンマチで、もう数年前から使われているんですね。うん。アトピーに使われ出したのは去年からなんですけど、リンボックを、リウマチで使われてたのは、もう数年前から使われていると。はい。で、これもさっき言った通り、ゼル、すみません、ちょっとさっき読み間違えたかもしれませんが、このゼルヤンツっていうね、ゼルヤンツっていう薬ですね。これが、ジャック1、2、3全部ブロックするんですかね。で、さっきも言いましたけど、さっき説明した通り、リンボックっていうのはジャック1しか阻害しないから、まあその辺でちょっと違いがあるっていうことですね。で、ブラックボックスの原因となった試験は、しかも、50歳以上かつ、心血管リスク因子を1つ以上有する関節リウマチ患者を対象に、阻害薬を対象薬として行われているっていうことで、まあこれちょっと何のこと言ってるか僕もね、さっぱりわからないんですけど、とにかく、簡単に言うと、こう、実験対象の年齢層だとか、持病があるかないとか、そういった部分で違いがあるから、少なくとも今、そのアトピー以外の持病がない方っていうのは、比較的リスクは低いのではないかというふうな見解です。はい。で、これはネット上の情報なんですけど、まあ、リンボックでね、まあ、副作用、まあ、主にね、あるのは、帯状疱疹っていうのが、まあ、結構出てると思います。で、副作用に関してはですね、まあ、ホームページにもよく出てますので、まあ、こういった感じで、肝炎を持ってる方とかね、関節性肺炎の病歴がある方とか、中級減症とかね、まあいろいろこの腎機能の障害がある方とか、まあこういったね、いろんな持病がある方は結構こうリスクがあるっていうことを、事前にね、承知した上で治療を受けるなら受けてくださいっていう感じですね。はい。で、服用量っていうのがありまして、これリンボックはですね、主に3種類あります。一つ目が 7.5mg、二つ目が 15g、15g じゃねえ、15mg で、三つ目が 30mg。この3種類あるんですけど、アトピーに適用 OK なのは7.5以外ですね。要は、15mg と 30mg のこの2種類だけがアトピーには使えます。はい。で、ですね、こういった声もありましたね。どうも最近体調が悪くて死んでいます。子供たちも無事学校へ行ったのはつかの間、今度は私が体調良くない。どうもリンボックの副作用らしい。口の中がずっと炎症が治らず、軽微な細菌が増殖して、日和見感染し放題のようだ。
免疫抑制と免疫増大の戦いっていうふうにありますけど、そもそもね、アトピーが免疫過剰な状態で起こる炎症っていうことで、その炎症を抑えるっていうのがこのJAK阻害剤になるので、どうしてもね、感染症にかかりやすくなったりとかは、それはね、少なからずあるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、私がね、オルミエントとかね、サイバーインコとかもあるのになぜこのリンボクを選んだのかっていう、その理由からお話ししていきたいなと思います。理由は大きく分けて、3つあります。1つ目は、効果が高いから。効果が圧倒的と言われています。今ですね、アトピーの新薬は主に4つあります。最近ですね、最近出たアトピーの新薬としては4つ。リンボック、オルミエント、サイバインコ、でそしてデュビクセント、この4つですね。でこの4つの効果を比較、これした実験というかそのデータがありまして、そのデータによると一番効くのは、リンボックの 30mg ですね。30mg。で、次に効果が高いのが、サイバインコの200。これ 200mg かわかんないですけど、200、この容量ですね、200っていうのは、おそらく。で、ウパっていうのが、これが、リンボックのことです。で、次に効くのがリンボックの 15mg。これはもう自分が飲んでるんでわかります。15mg。で、その次に効くのがディピクセントですね。で、もうこういった感じです。で、その次に効くのが、アブロの、要はサイバインコの100のタイプ。で、次に効くのがバリなので、バリっていうのがオルミエント。オルミエントの4ミリかな、オルミエントは確か。で、オルミエントは2種類あるんですよね。4ミリと2ミリだったかな。で、次に効くのがこの2ミリね。オルミエントの2っていう感じ。だからこういう感じで、大体効果が、効かないっていうのが、効きにくいとかね、効きやすいとかあるので、今僕が飲んでるのはこのリンボックの 15mg のとこですね。なので、デュピクセントよりは効くっていうデータは出てます。はい。なので、ここからさらに上に行こうと思ったら、さらにね、効かせよう、さらに綾瀬はるか肌をね、目指そうと思うんであれば、このリンボックの量を増量する。ね、実際に僕はもう増量していいよっていう許可はね、降りてるので、いつでも増量できるね、状態にはあるんですけども、基本的には 15mg っていうのを1日1回ね、飲んでるっていうような感じです。で、最近は休薬もしています。はい。はい。で、理由としては、最新だからっていうのがありますね。効果が圧倒的ということは、それは最新だからっていうこともありますし、あとは、最新であればあるほど、やっぱり安全性も高まるんじゃないかなっていう思いがあります。例えばその JAK1 のみ阻害するっていう部分も、ちょっとね、リスクが、その先ほどのブラックボックスの件じゃないですけど、ちょっとリスクがやっぱりこうね、年々新しい薬になるにつれて、減少されるっていうのが、論理的にはあるのかなと思いますので、副作用のね、リスクも考慮して、一番じゃあ、JAK阻害薬で最新なのはこのアトピー適用で、最新なのはリンボックだからっていうのがまず一つ目。で、二つ目は飲みやすい。携帯しやすい。もうとにかくね、飲みやすいです。で、もう僕はね、注射大嫌いなので、もうデュピクセンとか考えられないですね、あれは。注射としては。もちろん、アトピーよりは、アトピーの方が嫌なので、注射よりはね。だから、もちろんね、我慢するんですけど、僕注射打つのにね、15分以上かかってましたからね、平気で1本打つのにね。だからもう本当にね、緊張するし、もう変な汗がね、出てきちゃったりしてね、もう注射嫌でしたね、本当にもう毎回もう切腹する気持ちでね、打ってたんですけど、もうあれは注射は本当に嫌だ。っていうのもあるし、あとはね、デュピクセント管理しないといけないんですよ。冷蔵庫でね。確か、2度から8度ぐらいの、温度設定があって、そこの間の温度でちゃんと冷やしておかないといけないんですよ。なので、そういった面もあって、いろいろちょっとめんどくさい部分はありました、正直。で、それこそですね、前地震が起きましたけど、その災害時にですね、停電したりすると、デュピクセントの場合は、その温度が保たなくなる可能性があるわけですよね。あとは旅行とかね、長期の旅行とかにも対応しやすいっていう部分で、二つ目飲みやすい、携帯しやすいっていう理由でね、リンボックを、選びました。で、三つ目ですね。休薬可能ということです。リンボックは休薬できます。落ち着いたら最終的には僕も2日に1回ぐらいのペースで維持できればなぁと考えております。
で中和抗体っていう、このフレアって言われるものなんですけど、中和抗体っていうのが、要はデュピクセントであれば、できてしまうんですよ。要はデュピクセントに対抗していく、抗体ができるわけですよ。なので、デュピクセントを打っても、効かなくなるっていう現象がこのフレアっていうことなんですけど、このフレアっていうのは、休薬したらできるのがデュピクセントなんですよね。デュピクセントは生物学的製剤になりますので、このフレアっていうのが、リスクがあります。ただ、ジャック阻害薬については、このフレアが起きにくいと言われています。はい。で、海外では、このジャックとデュピの併用の事例っていうのが結構あるみたいです。話によると。ジャック阻害剤、例えばオルミエントとデュピクセントを併用して、使ったりとか、いうこともあるみたいですね。はい。で、続いて、治療の流れですが、僕はですね、そもそもデュピクセントを昨年の春から夏にかけて、3ヶ月ぐらい使ってましたので、それは、近くの皮膚科ですね。皮膚科。もう皮膚科専門の皮膚科ですね。大学病院の中にある皮膚科とかじゃなくても、普通の皮膚科だけでやってる、なんとか皮膚科みたいな、そういう病院で、デュピクセントの許可が下りで受けることになりました。で、大体ね、そういう病院って今結構増えてると思いますので、そこのね、基準っていうのは、中等症以上のアトピー患者さんならクリアできると思います。まずはデュピクセントから始めるっていうのが僕はお勧めします。それは副作用のリスクとか、そういった関係もありますし、始めやすいっていうか、使ってる人結構多いので、それで聞けばいいじゃないですか。ただ、デュピクセントで、なかなか効きにくいみたいな、僕みたいなね、患者もいると思うんですよ。あとはね、顔に効かないとかデュピクセントはよく言われるんですけど、そういった方とかもね、今回僕が紹介している、ウバダ七ニブですね。リンボックですね。リンボックとかオルメントとかそういったのは十分検討してみる価値はあるかなと思います。はい。で、その皮膚科で、デュピクセント試して3ヶ月試しても効かなかったから、漢方薬の勉強を独学でして、でも漢方薬でも限界が来たから、また皮膚科に、デュピクセントを受けた皮膚科に行きました。半年後ぐらいですかね。デュピクセント治療が一旦中断して、半年後ぐらいに行きました。で、行った時に、結構ね、悪化している状態だったので、これ前よりひどくなってるねっていうことで、先生から、まだね、デュピクセントもっとやってみないって言われたんですけど、いや、僕はちょっともうこれ効きがあんまり良くないみたいなので、あとは副作用もありました、僕は。ヘルペスみたいなのがちょっと顔にね、若干ですけど、デュピクセントできちゃったんで、デュピクセント僕合わないのかなっていうのは、それはブログにもね、詳しく書いてるんで見てほしいんですけど、っていう思いがあったので、先生にそれを伝えて、で、そのリンボックっていうね、薬とか、いろいろ今、ジャック阻害薬っていうのが出てると思うんですけど、これを試してみたいと、先生に相談しました。すると、わかりました。ということで、大学病院、総合病院ですね。僕はこっちの方ですね。に紹介状を書いてもらうことができました。大体この紹介状が1000円から1500円ぐらいおそらくかかると思いますんで、それで書いてもらって、で、診断、その大病院で医師の診断を受けます。はい。で、結構ね、この期間が、場合によっては、空く可能性もあるので、なるべく早くリンボック受けたい、オルミエントの治療を受けたいっていう方は、もうなるべく早めに行った方がいいです。なるべく早めに紹介状書いてもらった方がおすすめです。結構大病院はね、忙しくて混んでたりする時があるので、そういった場合はね、初診がね、なかなかスムーズにね、予約取れないっていう時もあるんですよね。でも僕の場合も、1週間以上かかりましたね。1週間、2週間ぐらいかかったのかな。ぐらいここのスパンがありましたから。で、ステップ2は大病院の医師の診断を受けます。で、この時にいろいろ見られます、皮膚の状態をね。で、写真も撮れましたね。で、写真を撮って何のために撮るかっていうと、これね、評価があるんですよね。スコアっていうのがあって、これ重症なのかとかね、中くらいなのかとか、いろんな評価されるんですね。で、その評価基準の写真っていうのもちゃんと、このぐらいのね、レベルですよ、みたいな写真がね、基準の写真っていうのがあって、それに見合ってるかどうかっていうのを、いちいち体のね、部位ごとに検査されていきます。はい。で、僕はなんとかクリアできました。で、これ結構ね、重要なことなんですけど、IgE とタークですかね、これ。タークって言われるアトピーのね、重症度を示す値があるんですけど、このね、検査もしましょうって、おそらく
大半の医師は言ってくると思います。ただですね、これはね、必須ではないんですよ。リンボックを受けるにあたって、IgE とタークの値を取ることは必須ではないです。僕ね、これね、前にですね、デュピクセントを受けたっても話しましたけど、その前にも実は、大病院、ここの一緒の病院ですけど、大病院、他の先生ですね、他の大病院ですね、病院は一緒なんですけど、先生違う。で、その時にデュピクセントを僕希望して、皮膚科、これもまた違う皮膚科なんですけど、さっき、このリンボックとデュピクセントを受けた皮膚科とはまた別の皮膚科。ちょっとややこしいですけど、で、その皮膚科に紹介状書いてもらって、一回トライしてるんですよね。デュピクセントの。で、一回ね、この大病院での、その若い男の医師だったんですけど、ダメって言われたんですよ。もう結構ひどかったと思うんですけど、これじゃあデュピクセント出せないよって言われたんですよ。うん。それがなんでかっていうと、この IgE と TAC の値を取られて、この値だと低いよって言われたんですよね。基準よりも。だから基準を満たしてないから、あなたにはダメだと。いうことで、ちょっと一回失敗してる経験があるので、これはね、必須ではないから、もう断っていいと思います。で、これがね、変にね、結果が、その微妙とかだと、落とされる可能性があるんで、要はその林木の許可が下りない可能性があるので、これはなるべく僕は受けない方がいいんじゃないかなと思います。これが異常に高いとかであれば別に受けてもいいですけど、受けるだけ金もね、いりますし、お金もかかりますし、ね、別に必須ではないから。で、僕は受けなかった。で、3つ目のステップとして、OK が出たら、検査があります。で、検査はこれは必須の検査です。血液検査と、いろいろ肝臓のね、値とか、なんかいろいろね、内臓の関係の値とかを調べる血液検査ですね。注射打って。で、あとは CT の検査っていうのを僕は受けました。で、4つ目。CT っていうのはなんかレントゲンみたいなやつよくわかんないですけど、なんか寝そべって、なんかね、機械の中に入るみたいな感じでしたね。はい。で、4つ目。結果良好であれば、要はその血液検査、CT 検査に問題がなければ、林木治療開始になります。はい。で、この時にですね、よくある副作用で、帯状疱疹っていうのがありますけど、この帯状疱疹に以前なられた方とかであれば、その予防接種は、受ける方も中にはいるみたいです。ただ僕の場合は全然受けてないですね。はい。で、5つ目。これ定期検査があります。まず1ヶ月後に、やっぱりこの血液検査、あとレントゲンって言ってたかな。CT じゃなくて、CT はもうこの時だけでいいから、初回だけでいいから、レントゲンって言ってたかな。検査があるよって言われてました。なので3月の下旬に、この検査をね、受ける予定です。はい。で、実際にじゃあ使ってみて、効果とか副作用はどうだったかっていうと、もう結果、効果抜群って言っていいほど、効く実感は感じています。で、具体的には、飲んだ初日から、もう効果を実感できてます。はい。できましたね。飲んだ初日、飲んでね、確か2、3時間後ぐらいに、なんか違うぞってなりましたね。でなんかこう肌がちょっとなんか違うぞみたいな。なんとなくね。そういったのを感じました。で、1日経って見て、やっぱりそのなんか違うぞはちょっとずつこう確信に変わっていくような感じです。で、飲んでいけば飲んでいくほど良くなっていきましたね。で、途中ね、初めね、一回なんかね、乾燥してきましたね、肌が。全身ちょっと乾燥気味になっていくんですけど、その乾燥し終わった後に、もう潤ってくるって感じです。僕の場合はね、そういうなんかプロセスでしたね。初めになんかね、結構乾燥したんですね。で、2週間後にはもうほぼストレスゼロ。もうゼロではないかもしれないですけど、ほぼなくなりましたね。やっぱりまだ、少しね、乾燥したりとかはあるんですけど、でも全然もうアトピーとはわからないぐらいに今なってます。はい。で、副作用なんですけど、これも全くないですね。今のところは全くない。今後ね、どうなるかわかんないんですけど、今のところは全くないです。はい。で、こういったね、声もあります。アトピーのひどい息子、リンボックを始めたら、みるみる改善。強いお薬とのことですが、もっと早く知りたかった成績も上がっていただろうし、身長も伸びていただろう。月5万円以上の医療費になるのは痛すぎる。結構このリンボックという薬が高いんですよね。で、広告医療っていうね、制度を使っても、やっぱりこう、3ヶ月で
結構なお金かかったりしますので、3ヶ月、1ヶ月とかね、いろんな情報の出し方ありますけど。はい。で、子供がアトピー治療のためにリンボックという免疫抑制剤を飲み始めて6日目、ついにステロイド剤を一切使わなくてもかゆみがなくなったと。2歳の時からずっと戦ってきたアトピーに塩を塗る前にこういう治療薬もあると知ってほしい。リンボック3ヶ月目です。この時期は顔が痒くてたまらないのですが、いつもと比べるとあまり痒くは感じません。洗顔しても染みないし、お風呂も快適です。痒くないってこんなにストレス経験されるんですね。免疫力低下は今のところ感じません。来月からは薬を減らしながら服用頑張ります。っていう感じで。やっぱりね、効くっていう声が結構多いですね。リンボックは。はい。で、終わりになります。結構長くなりましたけど、今後ね、この動画のね、補足動画、結構僕撮って撮り終わった後に、ああいうことも言えばよかったなとかね、思うこともあるんですよ。このアップロードした後とかでもね。そういったことがあるので、もしそういった部分で、補足しようかなと思った部分は、補足するかもしれないです。ただこれはね、僕の気分が乗ればの話で、例えば内容であれば、高額療養、療費制度、高額医療制度とかね、そういった金額の、ね、ことに関する動画とか、高額医療制度ですね。はい。そういった部分とかも上げたら結構ためになる人多いんじゃないかなっていうふうにはちょっと今少し思ったりしてます。はい。あとは続報とかですね、続報。飲んで1ヶ月後とかね。今ね、ちょうど、今ちょうど2、3週間目ぐらいなんですよ。なので、血液検査の結果とかね、そういったいろんなね、続報が知りたい方とかね、いれば、いいねをね、してください。高評価をお願いします。あと、ためになった方もね、高評価はぜひお願いします。動画をね、今後作っていくモチベーションにもなりますので、お願いします。はい。で、疑問点とか不明点とかあれば、お気軽にコメントしてください。やっぱり僕も、この病気すごく辛い、体のね、症状だけ辛いんじゃなくて、やっぱ精神的な部分が結構一番ね、辛いかなというふうにも思うんですよ。やっぱり僕もね、そういったことをね、そういった困難っていうのを経験している人間なので、できればね、何かの助けになりたいっていう気持ちは少なからずあります。なので、答えられる範囲で、答えられる質問には答えていこうかなと思ってます。はい。で、最後に、諦めるなと。生きてる限り、チャンスはやっぱり来るんじゃないかなと思います。やっぱ今回のこのリンボックに関しても、僕はね、もう、本当にこの薬がなかったら、もう終わりだなと思ってます。はい。もうディピクセンとも聞かなかったし、もうどうなるんだってもうね、もう絶望に多分行ったと思うんですけど、やっぱりこのハッピーさんのね、このリンボックっていう薬に使われてる面もありますので、やっぱり生きてる限りチャンスは来るんじゃないかなと思ってます。で、今後も、アトピーのね、治療っていうのは、絶対に進化していくと思うんですよ。これだけね、アレルギーの患者、アトピーの患者がね、増えてきているこの日本ですから、そういった部分でね、大いにもう希望を持ってね、生きるっていうのは忘れないでほしいなと思います。はい。では、この辺で動画を終わりにさせていただければなと思います。結構ね、40分以上の長い動画になりましたけど、最後までご視聴いただいた方、ありがとうございました。僕はですね、美容に関する動画ですとか、あと車とか、ライフハックとか、いろんなレビューをしたりとかね、もういろんな動画を上げてますので、他のね、動画も見てもらって、もし興味が湧けば、チャンネル登録の方もね、お願いいたします。では、失礼いたします。ついてるでした。